どうも、クビチャンネルです。今、タウンエースキャンピングカーで富山県へ出張で向かってます。奈良県から出発し、富山県まで往復約 800km。途中サービスエリアやパーキングエリアで休憩しながら走破します。行きと帰りで2回高速道路で車中泊予定です。このタウンエースキャンピングカー、バンコンタイプなんで長距離向いてると思いますが、実際どうなんでしょう。エンジンのパワーや乗り心地の振動、また横風に耐えれるのか体感します。この車の詳細や車中泊のセッティングなどは次のサービスエリアで止まった時に詳しく説明します。約100キロ走行し、滋賀県の多賀サービスエリアまで来ました。このキャンピングカーは大阪のビルダーさん、パパビルドのフェイバリットボックススクエアです。外見は普通のタウンエースなんですけど、このフロントマスクの黒い部分やボディの下のラインやこのタイヤのゴツゴツ感がすごい武骨な感じでかっこいいですね。タウンエースがベースのキャンピングカー、かなり盛り上がってきましたね。ちょっと前の動画でも別のタウンエースキャンピングカー紹介しましたが、この 12V クーラー搭載できるタイプがスタンダードになってきたのは嬉しいですね。もう連日の酷暑なんでクーラーは必須ですね。今回のパワービルドさん、このタウンエースキャンピングカーはほとんどオプションという仕様になっています。スペックなどはこちらにまとめておきます。こちらの最低価格から自分に合っているもの、必要なものだけオプションで付けていく形になります。その他のタウンエースキャンピングカー、今までたくさん動画作りました。概要欄にリンク掲載しておくので比較してみてください。このタウンエースキャンピングカーの特徴を簡単にお伝えします。屋根にルーフベント乗ってるんですけど、これなんとこのルーフベント込みで高さ2メーター以内に収まってます。なので街乗り、スーパーの立体駐車場などどこでも入れます。そしてセカンドシートがこちら、今ベッド展開フルフラットにしてるんですけど、この前向きのチャイルドシートが付けられる3点タイプになります。そしてこの 12V クーラー、横向きじゃなくてこの進行方向前向きについてるの珍しいですよね。車内全体にすぐに冷風が行き渡ります。でこのテーブルもかなりコンパクトなんですけど、こんな感じで折りたたみます。電子レンジなども全て上にありますんで、このベッドがすごい広くなるんですね。このマットをここに敷き詰めればフルフラットになります。今日はこの広いベッドで一人で寝るのが楽しみです。サービスエリアでお弁当を買ってここで遅めのお昼ご飯いただきます。外かなり暑いので、もうこの 12V クーラー今つけてるんですけど、つけたまま車内冷やしてお弁当買ってきます。現在のバッテリー残量は 75%、 これリチウムバッテリー 200Ah 入ってます。現在の容量は 148Ah です。今現在の外気温が33度、直射日光もガンガン当たってるんで、この DC12V クーラーかなり消費しています。ただソーラーパネル 175W このキャンピングカー設置されてますんで、相殺されて約 580W ぐらいですね、消費が。なんか店頭にたこ焼きや豚まんなども売ってます。これは期待できそうです。これはでかすぎる。美味しそうです。警報とか出てる案内なんですけど、今から走るとか強風の横風の警報が出ています。ちょっと心配ですね。とりあえずお昼食べます。極厚の厚焼き卵買っちゃいました。そして焼きそば、こちらも美味しそうなので買いました。せっかくなんで電子レンジありますんで、こちらを使います。はい、ここにインバータースイッチがあります。これをオンにすると AC コンセントが使えるようになります。今 DC12V クーラーと電子レンジ両方使ってます。問題なく動いてます。消費電力は 1700W です。お、熱々です。それではいただきます。まずはこの分厚い厚焼き卵サンド、めちゃくちゃ美味しそうです。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。この車内で初めて過ごしてみてちょっと気になったんですけど、このクーラーですね、今このテーブルの前で温度計 31.6 度でそんなに下がってないんですね。前よりかは全然快適なんですけど、思ったより温度が下がってません。というのもこれ今風量一番弱い弱でやってます。これ強くすると冷えるんですけど、音が
こんな感じでかなりうるさいんですね。なんで弱で使ってました。さて今車台に直射日光当たってます。天井は断熱が入ってるんですけど、この窓ガラスのところですね、結構熱がきます。でフロントウィンドウと運転席のシェードだけ今つけました。で他はつけてない状態なんで、全面にシェードつけたらまた変わってくるかもしれません。この辺はまた明日以降時間ある時に検証します。で車内の荷物なんですけど、この木の箱のところに調理器具やティッシュなどいろいろ持ってきました。このベッド下は収納になってます。こっち側はバッテリー入ってるんですけど、こっち側は空いてます。ここに枕や着替え、そして毛布など収納しています。でこのギャレー周りなんですけど、ここが開くようになっていて、こっちに給排水、お水は満タン入れてきました。でここにクッカーなど収納してます。もう一つ収納あるんですけど、ここもまあまあ広めの収納があります。あとはこのセカンドシートをフルフラットした時に隙間ができますので、そこに収納することができます。ただですね、このセカンドシート今起こした状態なんですけど、この真下、ここが走行中のリアヒーターが入ってます。なのでこの真下は何も収納できません。でこの本来セカンドシートに前向き走行シートにした時に足を下ろす場所、ここが結構空間できます。ここはフルフラットにした時何か収納できます。フルフラットにもなるシート便利なんですけど、やっぱり収納力には欠けますね。このキャンピングカーのレイアウトパターンなんですけど、このセカンドシートが今フルフラットになっていて、後ろこのマットをここにはめればフルフラットになります。でこれ今撮ってる状態で、これがまあ1人だったら一番使いやすいかなと思います。あとはこのセカンドシートが背もたれ上げてこっち向きに座れます。このパターンも便利そうですね。今回冷蔵庫はこの10リッターのイーノの冷蔵庫を持ってきました。こちらはバッテリーに内蔵されてますんで、電源なくても1泊2日ぐらいなら持つタイプの優れものです。足元にユーグリーンの容量 1000Wh タイプのポータブルバッテリーも持ってきました。ポータブルバッテリーはあまり使い予定なかったんですけど、このバッテリー残量が 40% 切ってきたら使おうと思います。でももう 54% でかなり消費してます。今から走行しますんでバッテリー回復すると思うんですが、やっぱり持ってきておいてよかったです。それでは再出発します。次は滋賀県から福井県に向かう山間部に入ります。現在横風注意の警報が出ています。今回この赤のテープここに貼っときます。これでですね、横風の時に車が煽られたら修正ハンドルしますんで、これで位置分かると思います。はい、これで OK です。タウンエースの風の煽り体制はどんなもんでしょうか。楽しみです。今から本線に合流しますんで、40キロから80キロまでフル加速します。せっかくなんでタイム計測してみます。はい、じゃあ合流します。せーの、はい。少し上りだったんですけど、問題なくスムーズに加速してくれました。このぐらい加速感あればどんな高速道路でもスムーズに合流できると思います。今ちょうどですね、トラックが後ろから追い越しに入ります。その時にこの風の揺れ体感しています。はい、来ました。どうでしょうか。全然大丈夫ですね。風圧で揺れたりしませんでした。追い越される時に普通こっち側にちょっと揺れるような、押されるような感覚があるんですけど、全くありませんでした。はい、福井県入りました。奈良出発して大阪、京都、滋賀、福井と4つ目の県です。ちょっと眠気もしてきたんでパーキングエリアで休憩します。日本海見れそうですね。今ここですね、福井県入りました。この後石川県通過して、その先に富山県があります。ちょっと日が暮れてきたっていうのもあるんですけど、やっぱり日本海近いんで涼しいですね。こっち側海見れみたいなんで行ってみます。今日は海も穏やかですごい綺麗です。ここは夕日の絶景スポットなんですが、今日は先を急がないといけません。トイレして10分だけ仮眠して出発します。はい、福井県の平野部をずっと今走行していました。これ両方ね、田畑で全然障害物がない状態なんですけど、たまに突風が吹きます。車台が
こんな感じで揺れる動作がありました。ただ戻ってくれますんで、そこまで恐怖心はありません。これもっと下の大きいキャンピングカーだったらかなり怖いと思います。すっかり日も暮れました。いや、そろそろ晩ご飯の準備したいんですけど、今回は炊き込みご飯作ります。で、炊き込みご飯仕込んでからしばらく走行して次のパーキングエリアかサービスエリアでいただきます。とりあえず仕込みますんで、次のパーキングエリア止まります。今看板でですね、熊注意られました。この石川県から富山県に向かう途中の山なんですけど、熊出るんですね。とうとう5つ目の県、石川県入りました。この先の峠を越えれば富山県に入ります。いやしかし石川県も熊出るんですね。というかもう日本中ツキノワグマ出てるんで、山があるところは熊がおると思った方がいいかもしれません。それでは車内で車中飯の仕込みしていきます。中はムシムシするんでエアコンつけていきます。はい、サブバッテリーの残量は 69% です。そんなに思ったより増えてないですね。やっぱりタウンエースの走行充電はそんなに多く充電されないんで、200Ah の大容量のリチウムバッテリーを全回復するのは走行充電だけでは難しいかもしれません。今日の車中泊と帰りの車中泊もあるんで少し不安になってきました。とりあえず料理系はこのポータブルバッテリー使っていきます。キャンピングカーのバッテリーは DC12 ボルトクーラーと照明用に温存しておきます。夜になって分かったんですけど、照明がすごい明るいです。今これスポットライト一つだけなんですけど、あとは間接照明とルーフベントの照明もあります。全部つけてみます。こうなるとめちゃくちゃ明るいですね。キャンピングカーって意外と間接照明とか多くて暗かったりするんですけど、こんなにも明るいキャンピングカーないんじゃないでしょうか。これだったら車内での動画夜も綺麗に映りそうです。それプラス仕事とかする人もいいですよね。パソコンとか触るとき明るい方がいいので。はい、今日の車中飯なんですけど、炊飯器でチャーハン作ってみます。お米は家から持ってきました。こちら一度洗いました。そしてこのチャーシューですね、スーパーで売ってたんで、こちらを刻んで入れて炊き込んだらそれだけでめっちゃ美味しいんじゃないかと思います。今回は出張車中泊ということで、時短で美味しくてあまり匂いが出ないものを調理していきます。まずは具材をカットしていきます。もう具材はこのチャーシューとネギのみでいきます。はい、あとはお水1合分入れてかき混ぜます。これは美味しくなってくれそうです。それではポータブルバッテリーを使用します。これ動かないように固定したいんですけど、このシンクが炊飯器入りません。しょうがないですね。もうとりあえず今日は床に置いてこの養生テープで倒れないようにしていきます。今12ボルトクーラー弱で使用しているんですけど、かなり効きます。現在車内の温度は 25.6 度です。それでは先へ進みます。車内がチャーシューのすごいいい匂いしてきました。もうたまりません。早く食べたい。はい、到着しました。それでは今日はここで車中飯いただいて、その後仮眠させていただきます。明日の早朝にまた出発します。ここのパーキングエリアほんと車少ないです。大型トラックも休憩されてるんですけど、太平洋側に比べると半分ぐらいの気がします。この外の窓なんですけど、この助手席の方はこの透明なんですけど、後ろの方こっち側はフィルム貼ってるんですね。なので中が見えにくくなってます。これ中の照明つけてシェードせずに外から見たら見えてるんでしょうか。一回試してみます。それではこのスポットライトつけます。
丸見えです。これはシェードしないと恥ずかしいですね。パパビルドさんがこの窓ガラス全部にシェード用意してくれたんで装着していきます。これでフロントの3面が貼れました。次はリア貼っていきます。リアのサイド1、2、3、4枚貼っていきます。次こっちなんですけど、これ家具あるんで貼れるんですかね。ちょっとやってみます。ここちょっと隙間あるんで貼れました。この反対側もこれホックで止まっていました。これを外してでつけます。全面取り付けました。こんな感じです。これなら外から一切見えません。前はこんな感じです。少し手間なんですけど、これで完全なプライベート空間になりました。入り口なんですけど、今回こんな感じで靴置き作りました。ここ少しスペースあるんで横に置いたら置けるんですけど、ちょっと乗り降りしにくかったんで、もう中にこういった100円ショップで売っていた靴置きを置いてます。こういった小型の冷蔵庫を置いても靴のスペースは十分あるんで、これはありがたいですね。締め切ると暑いんでもうクーラーつけてます。現在 59%。 なんか不安になってきました。足りるでしょうか。これソファーのフォックめちゃくちゃいいですね。ここについてたらここでフォック止めておくともう走行中ずれ落ちません。キャンピングカーあるあるなんですけど、こういったフルフラットになるの痛いですね。こんな感じで背もたれになります。ただ走行中とかよくバタンバタン落ちるんですよね。この固定の仕方はお手軽でずれないんでありがたいです。はい、もうご飯の方は炊けました。おお、炊けてます。美味しそう。最後に生卵をかけて蒸らして固めます。で卵かけて再度蒸らします。ご飯の方15分蒸しました。で卵もできてると思います。この餃子も一緒にいただきます。車内でできるだけ油跳ねないようにこの蓋付きのやつ今回持ってきました。これちっちゃいフライパンなんですけど DC ソケットに挿して使用します。じゃあお水大さじ2ぐらい入れて蓋します。10分ぐらい焼いてみます。さあそれではチャーハン先いただきます。なんかこれケーキみたいになっちゃいました。崩していって混ぜていきます。で最後に追いネギして完成です。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや全部食べちゃいました。なんか罪悪感があります。明日はちょっとお魚中心とかにしてヘルシーな料理にしたいと思います。今回はこのクッキングシートの下にサランラップも敷いてました。なので水分もお皿についてないと思います。綺麗ですね。一切汚れてません。フライパンも下にアルミホイル引いたんで全然汚れてないですね。あとはフライパンの蓋とこの炊飯器の蓋と炊飯器、こちら結構汚れましたんでこれシンクで洗っていきます。このシンクかなりちっちゃいんですよね。ちょっ
ちょっと洗い物できるか試しています。もうこの手のサイズこんな感じです。手よりちっちゃいです。水道ポンプの電源はここにあります。あ、出ますね。大丈夫です。これは横とあと上下こんな感じで蛇口移動できます。洗えました。ただやっぱり思ってた通りかなり狭いんで、この炊飯器ワンセット洗うだけでパンパンです。こんな感じで周りもいっぱい水しぶきが飛んじゃいました。なのでやっぱり洗い物するというよりかは歯磨きやちょっとした水分を捨てるぐらいがいいかもしれません。さあそれではベッド展開していつでも寝れるようにしていきます。まずテーブルを収納します。そしてあとはもうこのマットをここに敷き詰めるだけです。はい、これで完成です。これ長さが実寸で約2メーター3センチですね。そして横幅、こっちの狭い方の横幅が約120センチですね。反対側なんですけど、こちら入り口のところなんですけど、実はこの延長マットみたいなのがありまして、それで埋めることができます。そうするとこの横幅いっぱいいっぱい使ってベッドが完成します。ただ自分はこの入り口靴置くとこ欲しかったんで、今回は延長マットは使ってません。この状態で横幅が約100センチですね。1人だったら十分だと思います。リアのこのマットの下に毛布や着替え、枕など収納してます。家からこの敷きマット持ってきました。1人用これぴったりですね。そしてタオルケットかぶって寝ます。エアコンなんですけどどうしましょう。今つけてるんですけど中の温度が 26.1 度、外が 25.9 度、一度切って換気しています。このリアの窓は手動なんでエンジン切ったままでも開けることができます。これは車中泊には便利ですね。でこのままだったらここから虫入ってきますんで、ルーフベントを開けてインにします。そうするとこっちに風が入ってきます。この窓からは空気が出るだけなんで虫は入ってこないと思います。あ、でもなんかジメジメしますね。温度外の方が低いんですけど湿度が 89% もあります。中は 53% ですね。やっぱり同じ気温でも湿度が高いとこんなにも不快になるんですね。なんか軽く汗をかいたようなジメジメする感じがします。設定温度高めにしてクーラーつけていきます。はい、じゃあちょっと照明を間接照明して暗くします。いやーこれは快適やな。照明もいい感じなんですぐに眠くなりそうです。このクーラーがあれば夏場の車中泊は本当に家と変わらないですね。リチウムバッテリーの進化による大容量化、そしてクーラーの小型化によりこういった小型のタウンエースでも長時間クーラーつけれる時代になりました。いや本当ありがたいですね。それでは明日に備えて眠ります。おはようございます。いや暑くて汗だくなってて起きちゃいました。どうやら昨日の晩バッテリーなくなってエアコンが切れていたようです。現在のバッテリー残量が 18% です。ソーラーパネルで充電してくれてバッテリーが増えて今クーラーつけました。ソーラーパネルがついていて本当良かったです。そのおかげで現在車内は 25.4 度と快適になりました。今外気温は 30.7 度です。それではソファーモードにして朝の用意していきます。はい、一瞬で戻りました。もうこのリアのシェードですね。この辺はもうつけたままでいいですね。いただきます。この扉なんですけど
こんな感じで平行に止まりますんで、なんか軽いもんだったら乗せれる収納台になりました。ここのテーブルは結構奥行きないんで結構助かりますね。まだちょっとだけ時間ありますんで、ここでパパッと朝ごはん食べます。もうご飯はこの雑穀米をレンジでチンして温めます。バッテリー持ってくれたらいいんですけどね。ご飯を温めてるうちにこのソファーモード変えてみます。この背もたれを起こして、そしてこのレバーを上げて引きます。そうするとこんな感じで後ろを向いてゆっくり座れるモードになります。このモードもいいですね。この背もたれが斜めになってるんで天井も全然頭つきません。電子レンジ使い終わってバッテリー残量が 13% になりました。なんとか持ちました。この DC フライパンで目玉焼き作ります。フライパンはこのポータブルバッテリー使っていきます。ちなみにこのキャンピングカーのスイッチ系の一番下に DC ソケットあります。ここでも使えます。でこの横に USB 系もあります。あとは納豆にこのサラダで、ご飯はもうこのままお皿にして食べちゃいます。で最後もう一つこのレトルトのお味噌汁をいただくためにお湯を沸かしていきます。この DC フライパンは約 100W ぐらいとかなり省エネでした。ちょっと開けてみます。できてます。はい、完成しました。目玉焼きと納豆の朝定食です。はい、じゃあこっち側に移動して、ちょっとテーブルがね遠いんですけど、これで食べてみます。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。サブバッテリーの残量は 7%、 なんとか持ちました。これ 0% まで使い切るとリチウムバッテリーにあまりよくありません。なのでもうクーラー切って出発します。今日なんですけど、実は富山市内のホテルで1泊します。でその時にですね、バッテリーないんで、もう野外の駐車場に止めてソーラーパネルで充電してみます。でシェード外して再出発します。はい、ここから2、30分で富山市内に着くようです。はい、それでは高速道路降ります。料金は6580円です。6580円でした。結構走りましたね。とりあえずガソリン入れて燃費計測してみます。奈良県出る時も手動でセルフで満タンにしました。はい、走行距離は413キロですね。はい、近くの川のきれいな河川敷の広場に来ました。車中泊始めてからこういう場所はすぐに見つけられるようになりました。走行距離が 413.5 キロ、入ったガソリンが 32.89 リッター、1リッターあたり 12.57 キロ走る計算になります。やっぱりタウンエースのバンコンということで、普通のキャブコンなどのキャンピングカーに比べたら燃費はもう全然いいですね。それでは今から仕事して、で明日のお昼ですね、また帰り車中泊しますんで、その時に動画撮ります。はい、終わりました。今から奈良へ帰ります。今は富山市内で少し移動してスーパーに来ました。なんと富山県なのに大阪屋ショップというスーパーマーケットです。面白いですね。富山県はお魚が美味しいらしいです。ここで新鮮な魚買って帰り高速道路車中泊時にいただきます。富山湾産のお魚が結構売っています。なんか見たことないやつもたくさんあります。今日取れたお魚、お刺身で298円で売ってますね。それではこの冷蔵庫、電源を再度つけます。バッテリーがメモリ2つしかないんで、キャンピングカーのここの DC ソケットに挿して電源取れます。冷蔵庫持ってきてよかったです。やっぱり冷蔵庫があるとこういった地元の新鮮なお魚とかお刺身、こういったものがいただけます。車中泊の楽しみが倍増します。最初冷蔵庫、このドアのこちら側に設置してたんですけど、この入るときちょっと入りにくかったのでこっち側に寄せました。そうすることによりここ開けるとこ
こんな感じで動線ができます。これだったら乗り降りもしやすいんで使い勝手が良くなりました。そしてサブバッテリーの残量なんですけど、現在 39% です。ソーラーパネルで放置して1日充電してたんですけど、そんなに増えてませんでした。ただ今からまだ6時間ぐらい走行してますんで、寝る時にはクーラーを一晩中使えるぐらいの残量に増えてるかなと思います。今からお風呂入りたかったんですけど、もう夕方なので先を急ぎます。高速道路でシャワーなどあれば利用したいと思います。そして帰ったらこのタウンエースキャンピングカー車中泊してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。自分タウンエースキャンピングカー今まで5台動画出してきて、このジャンルは目が超えてきました。シビアな意見になってしまうかもしれません。でもあえてお伝えさせてもらいます。それでは富山県を離れます。いやー、いいとこでしたね。今度は家族でライトキャブコンマッシュで車中泊に来てみたいです。はい、それでは富山インターチェンジから高速に入ります。はい、高速入ったらすぐ雨が降ってきて、今結構風も車体にビンビン当たってます。ちょっとこの先心配ですが、ゆっくり安全運転で行きます。途中休憩しながら滋賀県までやってきました。結構風が強かったんで、横風突風吹いた時にちょっとだけ揺れました。キャブコンじゃなくてよかったなと思いました。キャブコンだったらめっちゃ揺れてると思います。やっぱりバンコンタイプは風にも強いしパワーもあるし長距離向いてますね。ここのサービスエリアシャワーあるみたいなんで一風呂浴びてきます。シャワーだけと思ったらお風呂もありました。サウナもあったので入ってきました。いや、まさかサービスエリアでサウナ入れると思いませんでした。もうちょっと住もうかと思っていたんですけど、今日はもうこのサービスエリアでご飯食べて早く寝て、明日の朝早く出発します。あ、もう大型車の枠は空いてなくて、小型車のところに大型トラックがエンジンつけて休まれてます。真横なんで結構音しそうです。もう騒音検証にはぴったりですね。わ、中は暑いですね。エンジンの熱が上がってきたんだと思います。現在 33.9 度、せっかくお風呂入ったんですけどまた汗が出てきました。外気温が 28.4 度とちょっと涼しいんですけど、窓開けると結構音しますんでクーラーつけていきます。現在のバッテリー残量が 70% と4時間ぐらい走行しました。結構増えてくれましたね。これだったら一晩使えると思います。風量を一番強くしたらかなり騒音はするんですけど、もう風が後ろまで届いてめちゃくちゃ涼しいです。今回横でトラックがエンジンつけて休まれてますんで、その騒音も結構して、もう車内はかなりうるさいです。ちなみに騒音計で今の車内のデシベルを測ってみると82デシベルです。もうまるで飛行場に行ってるような感じです。ちなみにエアコン消して、そしてこの隣のトラックのエンジンの音だけの騒音を調べてみます。なんと同じ82デシベルでした。トラックの方は結構低音でゴーという感じなんで、そんなに耳障りという感じではありません。エアコンの今日の方はバーという風の音なんで結構高音が耳障りになります。はい、15分ぐらいでも車内が 27.7 度まで下がってきたんで、次からはもう風量弱で冷房をつけていきます。今日ズボンを履いていて汗かいちゃったんで、もうパジャマに下だけ着替えてます。いやー、この空間永遠にくつろぎますね。でも明日早く出発しますんで、そろそろ歯磨きしてベッド展開して眠ります。こっちのセカンドシートのフルフラットの展開は少しコツがいるんですけど、慣れたら早くできそうです。横のトラックのエンジン音の低音とこのエアコンのちょっと高音、風の音が聞こえるんですけど、もう疲れてるんでぐっすり眠れそうです。それでは設定温度を28度にして、風量を一番小さくして
このまま放置で寝ます。おはようございます。昨日寝始めはすごい騒音がしてたんですけど、もうすぐ寝ちゃいました。で寝るとも全然騒音は気になりませんでした。この天井に断熱材が入っていたり全面シェードしていたんで、多少騒音がマジだったかもしれません。遮音性はキャブコンにはかないません。ただ機動力がありますんで、この辺は一長一短ありますね。でクーラーは朝までついていました。バッテリー残量が 28%、 なんとか持ちましたね。昨日富山県のスーパーでサンドイッチと牛乳だけ買ってきましたので、こちら食べて出発します。はい、それではいただきます。ごちそうさまでした。それではもうこのままノンストップで奈良まで帰ります。はい、残りも気を引き締めて安全運転で行ってきます。はい、じゃあコース降ります。奈良戻ってまいりました。トータルの往復の走行距離は約860キロでした。帰りは市街地結構走ったんで燃費計測していません。このタウンエースキャンピングカー、一言で言い表すと、これほどソロ出張車種に向いているキャンピングカーはないんじゃないでしょうか。高速道路も楽々のパワー、100キロ巡航も余裕です。横風にも強かったです。市街地もどこでも行けます。走りに関しては普通車と全く同じです。車内は中で長時間寝ても食べてもストレスのないサイズ。断熱性や遮音性はキャブコンより劣っていますが、走りが快適です。クルーズコントローラーつけたいですね。今回フル活動したこの12ボルトのクーラーですが、車の断熱性が晩婚なので弱いですが、シェードしたらお昼33度炎天下でも冷えていました。この前のシェード、前は今してないんですけどサイドはつけてます。これが前面にしてないと真夏の炎天下の中では12ボルトクーラーはちょっとしんどかったですね。ちゃんと前面を覆ってあげるとしっかり冷えました。最後にこのベッドモード、全面フルフラットにできるんですけど、それ一度やっておきます。この追加のマットをはめます。レバーを引きながらこのセカンドシートを横にスライドさせます。そしてこの板をクロスしてはめて、こんな感じで台にします。これが2箇所ですね。ここの上にはめます。こっち側を上半身にするとして、実寸が137センチですね。そして足側の横幅が実寸で120センチですね、約。でこのテーブルがこうやって折りたたんで厚みがあるのと、で反対側こっち側へこんでるんですけど、少しリアもこのシートベルトのとこ出てますんで、実際は110センチと思った方がいいかもしれません。大人2人、夫婦など男女だったら問題ないかなと思います。では最後にこのタウンエースキャンピングカーで実際に車着してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まず1つ目はベッドが広いですね。このタウンエースキャンピングカー、ベッド広くなるように設計されています。でもこっちからのギャレすごいちっちゃいんですよね、横幅が。なのでもうベッドとして使える部分を多くしています。釣りや写真、登山など本当にもう寝るだけでいいっていう方は、こういった感じでベッドが広くてクーラーがオプションで付けれるキャンピングカーはかなり合ってると思います。この12ボルトクーラーの配置ですよね。前面に向いてるんで、やっぱり想像した通り前に風がいってくれます。こんな感じで風向きある程度変えれますんで、こっちが斜めに行ったりまっすぐ行ったり分けれます。サーキュレーターなしですぐに車内全体が冷えました。こういったキャンピングカーは照明暗いこと多いんですけど、めちゃくちゃ明るいです。例えば車内でリモートワークする方、パソコンやテレビ、スマホなど見て過ごす方も目が悪くなりにくいと思います。パパビルトさんは二重バッテリーの安全性をかなり重視されています。でこの下に二重バッテリー入ってるんですけど、これキー開けると鉄のガードの中にリチウムバッテリーが入ってます。なのでもしも何かあった時も安全性が高くなってます。キャンピングカーの納期は1年以上が多くなってきたんですけど、現在こちらは1年以内に納車可能ということです。今回2泊車中したんですけど、このやっぱり全面シェードかなり面倒くさかったです。こちらはオプションのフィルム貼られてるんで外から見えにくくなってます。これかなりいいんですけど、やっぱり日中の暑さ、クーラーつけるときはこれだけでも暑かったです。ここも今すごい暑くなってます。
オプションでカーテンもつけれるので、ぜひつけたいオプションですね。これはもう試着する前から分かっていたことなんですけど、このテーブルあんまりこの奥行きっていうんですかね、これがありません。横幅は広いんですけど、というのもこれフルフラットした時にこのままテーブルをこんな感じでしまえる仕様だからです。なのですごい便利なんですけど、車中飯するならちょっとやっぱり狭かったかなと思います。というかこう足を出して座った時にちょっと遠いかなっていう感じでした。これはもうこのタウンエースキャンピングカーだけというわけじゃなくて、全部のタウンエースキャンピングカーに言えることなんですけど、走行上でオルタネーターから発電されてサブバッテリーの方に行くんですけど、約 20A しか発電されません。 12V 換算で 240W です。この 12V クーラーをフル活用するにはやっぱりリチウムバッテリー 200Ah など大容量になってきます。そうなるとこの約 240W の発電ではなかなか満タンになりません。走行充電の容量アップは今後に期待したいですね。これは人によって変わるんですけど、自分は身長170センチで、そこのソファに座ると頭が軽く当たりました。これは人によってかなりストレスを感じると思います。でこっち側のセカンドシートのソファーはこれ斜めになってるんで頭も当たりませんでした。このリアの横向きシートは余計頭が当たりやすいんですね。というのもこの端に行くほど下に下がってます。でなおかつですね、このリアに行くほど下に下がってます。なのでもうこの辺が一番低いですね、天井。ただこれ以上下げるとまた足がしんどくなったりしますんで、高さもないしこの辺が妥協点かもしれません。多分ビルダーさんも悩んだ上でこの高さにしていると思います。こちらは人を選ぶと思いますので、興味ある方は一度中に座ってみることをお勧めします。最後にこのルーフベントだけお伝えします。今回は使わなかったんですけど、こちらのルーフベント以前ですね、違うキャンピングカーで使ったことあります。問題なく使えたんですけど、この雨の日がですね、多少の雨は問題ないんですけど、結構雨強い時は入ってきますんで、それだけ最後にお伝えしておきます。いやー、このタウンエースキャンピングカー本当にいいですよね。今自分キャンピングカー所有してるんですけど、もう一台追加できるなら間違いなくこのバンコンタイプのタウンエースキャンピングカーを選んでると思います。で最後にですね、自分今までタウンエースキャンピングカー、キャブコンもバンコンも5台ぐらい動画作ってきました。そんな自分目線で、もしも自分が作るなら最強のタウンエースキャンピングカー考えてみました。ポイントは3つあります。窓ガラスにぴったり密着できる収納シェードをこのフロントガラス、サイドウィンドウ、リアのガラスなど全てにそちらのシェードを装着します。ヨーロッパのフィアット・デュカト、キャンピングカーは収納式のシェードになってます。あれすごいワンタッチで簡単なんですよね。シャーっていう感じで。2つ目なんですけど、この12ボトクーラーめちゃくちゃ冷えるように改良して設置します。各ビルダーさんがこの DC12 ボトクーラーワンクール21を採用して冷えるように改良されてきました。なのでその冷えるノウハウを全て集結させて最強の12ボトクーラーを設置したいと思います。そして3つ目はこのタウンエースキャンピングカーのハイルーフですね。やっぱりこのタウンエースキャンピングカーのバンコンは高さがネックになってますんで、天井をぶった切ってハイルーフにすればかなり快適になると思います。実際に国内でやられているビルダーさんも2社ほどいます。そしてその上にさらにソーラーパネルも設置すれば天井からの太陽光もかなり軽減できると思います。どこかのビルダーさん一緒に作りませんか？ぜひ連絡お待ちしてます。ただそのハイルーフ仕様にするとですね、せっかくいい走行性能が犠牲になるんじゃないかなと思います。横風の煽りも多少影響しそうです。またそういったキャンピングカーも試乗して動画にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。